じゃあその9月18日に何をやるか、3予約を1日で片付けるチェックリストにするわね。こんにちは、〇〇のエキスポラボです。このチャンネルでは2027年横浜花博を中心に情報発信しているわ。最新情報は主に X やノートで発信しているよ。フォローもお願いします。ついに横浜花博の来場日時予約が始まります。開始日は9月18日。グリーンエキスポ2027の公式協会がシャトルバスの運賃と駐車場の料金、そして来場予約の開始日をまとめて発表したわよ。発表されたんだ。じゃあもうなんとなくじゃなくて金額まで決まってるってこと？そう決まったわ。だから今日は買い方、行き方、止め方、9月18日に始まる全部の予約をこの1本で完全に整理するわね。長くなるから先に地図を渡しておくね。今日は3部構成。第1部は買う、チケットの選び方。第2部は行く、4つの駅とバス、駐車場、パーク&ライド。ここが今日の主役で、時間帯や混雑、バリアフリーまで踏み込む。第3部は判断。あなたはどこから何を買うのが正解かよ。買う、行く、判断、3つの部屋を順番に通っていくイメージだね。そう。そして予約には変更3回ルールっていう仕組みがあって、これの使い方次第で旅の自由度が丸ごと変わる。ここは第3部でじっくり回収するからね。最後に番外編の紹介もあるわよ。変更3回ルール、番外編、気になる置き方するな。わかった、最後まで残るね。じゃあ第1部買うから。その前に一つだけ誤解を解かせて。9月18日にチケットの販売が始まると思っている人、実は結構多いのよ。違うの？9月18日スタートってそういう意味じゃ。違う。チケットの前売り販売はもう2026年3月19日から始まってる。今この瞬間も買える。9月18日に始まるのは予約の方なんだ。ここを混ぜると全部ずれるから最初に切り分けておくね。販売はもう始まってて、予約が9月18日から。なるほど、別物なんだ。そう。その上で横浜花博のチケットは買って終わりじゃない。全体で4つのステップがある。1つ目、購入。券種を選んで買う。2つ目、登録。アカウントを作って買ったチケットを紐付ける。3つ目、予約。来場したい日時を予約する。4つ目、来場。予約した日時に入場する。購入、登録、予約、来場、順番があるんだよね。ここが大事。この3つ目、来場日時予約が9月18日金曜から始まる。逆に言えば1つ目と2つ目、購入と登録は今日この瞬間から進められる。今日の第1部はこの今できることを全部固める時間だと思ってね。今できることと9月18日を待つこと、それが分かれてるのか。券種と価格を大人料金で整理するわね。まず基本の1日券、早割が4900円、通常が5500円。早割と通常で600円違う。ここは覚えてる。一番大事なのは早割1日券が買えるのは2027年3月18日まで。開幕の前日までなんだ。開幕が3月19日だからね。そして注意点が一つ。通常の1日券と夜間券は販売そのものが開幕日の2027年3月19日から。つまり今前売り期間に買えるのは早割1日券、通期パス、夏パス、特別割引券なのよ。夜間券って今は買えないのか知らなかった。ここ意外と知られてない。あと子供料金も補足しておくね。早割1日券は大人4900円、中人が3000円、小人が1400円。中人は12歳から17歳、小人は4歳から11歳。そして3歳以下は無料でチケット自体いらない。区分は大人、中人、小人、3歳以下。これで整理できた。それ以外の券種も並べておくと、夜間券は17時以降入場で3500円。会期中何度でも入れる通期パスが2万8000円。夏に入れる夏パスが1万2000円。障害者手帳をお持ちの方と同伴者1名向けの特別割引券が2800円。それと細かいけど紙のチケットは販売事業者だけの取り扱いで発行手数料が100円かかる。記念チケットという商品もあるけど、あれは入場券じゃなくて記念アイテムだから間違いないでね。その販売事業者ってどこで買えるの？
公式サイト以外だと JTB、ピア、HIS が代表的。紙のチケットは阪急交通所の窓口やホームセンターのカインズでも1日券が買えるのよ。種類多いな。全部覚えるのは無理そう。大丈夫、全部覚える必要はない。次であなたはどれを絞り込むから。じゃあ自分はどれを買えばいいのか。これはね、どう行くかで決まるのよ。まず1回だけ昼間に行く人。はい、多分僕それ。その人はもう早割1日券で決まり、4900円。3月18日までなら通常券より600円安い。迷ったらこれでいい。シンプルでいい。じゃあ夜だけ行きたい人は？夕方や夜だけっていう人には夜間券。3500円で17時以降の入場専用なんだ。ライトアップされた会場を見たいっていう狙いにも合う。通常の1日券5500円と比べると2000円安い。ただしさっき言った通り販売は開幕日の3月19日からだから、今すぐ買っておくはできない。ここは覚えておいて。夜間券は狙いを決めて開幕を待つ券なんだね。そう、ここまでをまとめると、1回だけ昼なら早割を今買う、夜だけなら夜間券を開幕後に。この2つは即決していい。問題は複数回行くかもしれない人。ここが今日一番電卓を叩く価値があるわ。おお、通期パスの話だね。あれずっと気になってた。じゃあ複数回行く人、会期中に何度も通いたいなら通期パス28,000円。ここで損益シミュレーションをちゃんとやろうね。28,000円か。勇気いる値段。何回行けば元が取れるの？通期パス28,000円を早割1日券4900円で割ると、答えはおよそ 5.7 回。つまりだいたい6回行けば元が取れる計算になる。これは徹底攻略記事4章の試算よ。6回。多い人には全然ありだけど、微妙なラインでもあるね。そこなんだ。ここで大阪・関西万博の実データを1個だけ出させて。大阪万博では来場者1人当たりの平均来場回数が 2.3 回。ところが通期パスを買った人の平均は 11.8 回。パス持ってる人は 11.8 回も行ってるの？平均で？そう。つまり通期パスは買った瞬間に博覧会との付き合い方が変わる券なんだ。横浜花博は屋内展示が9日ごとに入れ替わる仕組みだから、通うほど別の顔が見られる。ただし2つ冷静になる材料も渡しておく。1つ、通期パスと夏パスは本人専用。顔画像の登録があって家族での回し使いはできない。2つ、会場は駅から歩けない距離で、後で話すシャトルバスの予約も毎回いる。行きたいと行けるは意外と違うのよ。行きたいと行けるは違う。刺さるわそれ。6回、現実に足を運べそうか、そこを見積もってから決めても遅くない。夏に集中する人には夏パス12,000円という選択肢もあるわよ。券種を決めたらアカウント登録と購入。ここからは実際の画面を見ながら進めよう。もう登録が済んでる人はチャプターで先まで飛んでもらって大丈夫よ。文字だけだと不安だから画面ありがたい。公式サイトによると手順はざっくり3ステップ。1つ、チケットサイトで欲しいチケットを選んで枚数を入れてカートに追加。2つ、アカウント作成と購入。メールアドレスを送ると届いたメールの URL からパスワードや名前、居住国を入力して登録。あとはログインして購入手続きに進むだけ。ここまでが今できることよ。3つ、来場日時予約。これが9月18日開始よ。支払いってどうやるの？支払い方法はクレジットカードがビザ、マスター、JCB、アメックス、あとコンビニ払いも使える。公式サイトの他に旅行会社や販売代理店でも買えるよ。クレカもコンビニも行けるなら安心だ。ポイントはこのアカウント登録してチケットを紐付けるところ。これが次の来場日時予約の前提になる。だから今日できるのは券種を決めて買って登録するところまで。ここまで終わらせておけば9月18日は予約に集中できる。買う、登録する、ここは今日の宿題ね。これで第1部買うは完了。ここまでの結論を3つにまとめるよ。1つ、チケット販売はもう始まってる。9
月18日は予約の開始日。2つ、1回昼なら早割を今、夜間券は開幕後、複数回なら通期パスを電卓で判断。3つ、購入と登録は今日できる。予約だけが9月18日。第1部はすっきりした。買い方は迷わない。ここで最初に約束した話に少しだけ触れておくね。買って登録した。画面上は準備完了に見える。でも実は来場日を予約して、そこからが本当のスタートなんだ。そしてその予約には後で聞いてくる変更3回ルールがある。これは第3部でね。また置いていったな、その3回ルール。忘れないぞ。忘れないでいてくれると助かる。じゃあ変えた前提で次の大問題、第2部でどうやって会場まで行くのに進もう。ここからが今日一番新しい情報よ。第2部、行く。まず前提から、横浜花博の会場は最寄り駅から歩くと大変な距離なのよ。駅から遠いの？そうね、歩けないことはないけど、一番近い瀬谷出ゲートまで約30分程度はかかる見込みだわ。会場の一番近くに鉄道の駅そのものがない。徒歩だと30分以上かかる立地なんだ。だから鉄道4駅からシャトルバスに乗り換えて会場に入る。これが基本の行き方になる。その4つの駅っていうのが瀬谷、三津京、南町田グランベリーパーク、東海市場だよね。正解。正確に言うと、相鉄本線の瀬谷駅と三津京駅、東急田園都市線の南町田グランベリーパーク駅、そして JR 横浜線の東海市場駅、この4駅から会場までシャトルバスが出る。そして今回の発表で、このシャトルバスも9月18日から予約が始まると決まった。チケットは取れたのにバスが取れなくていけないなんてこともありえる？ありえる。だから来場日とバスはセットで考える。ここは今日の急所だから、次で4駅を1駅ずつ比べていくよ。4駅の比較早見表、それぞれ性格が違うのよ。まず東海市場、 JR 横浜線で新横浜から12分、新幹線で遠くから来る人の玄関口、新幹線ルートの駅。地方から来る人は東海市場を目指せばいいのか。そう。次に南町田グランベリーパーク、東急田園都市線で渋谷方面から乗り換えなし。都心側からのアクセスが強くて、駅前の商業施設で買い物や食事、トイレ休憩もしやすい。子連れには特に相性がいい駅だよ。瀬谷は相鉄本線で4駅の中で会場に最も近い最寄りポジション。そして三津京も同じ相鉄本線で瀬谷のもう1枚の控えになる駅で、気になるのが所要時間。どれくらいかかるの？ここ実は一次資料がある。協会の来場者輸送実施計画第2版の想定地で、バスに乗ってから会場まで瀬谷が約10分、三津京と南町田が約15分、東海市場が約20分。あくまで計画段階の想定だけど、公式文書の数字よ。目安が公式にあるのは心強いね。混みやすさの差はあるの？ダイヤは未発表だから断定はできない。ただヒントはあって、同じ計画に載っている駅ごとのバスの乗り場の数を見ると、南町田と東海市場が4つ、瀬谷が3つ、三津京が2つ。つまり三津京は4駅の中で一番小規模になりそうなんだ。逆に言えば相鉄沿線の人は瀬谷が混んでいたら三津京という使い分けの余地があるわ。規模の差まで見えてるのか。4駅それぞれちゃんと役割が違うんだね。じゃあいよいよお金の話。4駅シャトルバスの運賃は大人200円、小児100円。これが正式に決まった。200円ってその辺の路線バスと変わらないじゃん。もっと取られると思ってた。思うよね。会場直結の特別なバスだから。でも200円。しかも細かい配慮がすごい。小児運賃は1歳以上12歳未満、つまり小学生以下が対象で、1歳未満は無料。障害者割引は大人100円、小児50円。さらに1歳以上6歳未満の子は旅客1名につき2名まで無料なのよ。未就学のちびっこ2人まで無料。それは家族連れめちゃくちゃ助かるやつだ。そう。じゃあ現実的な家族で計算してみよう。大人2人、小学生2人の4人家族。大人200円 ×2 人、小児100円 ×2 人で片道600円。往復でも1200円。家族4人で往復1200円。バスに関してはもう財布の心配いらないレベルだね。ここは素直に朗報。じゃあ次は
対照的に重い方の数字、車で行く人の駐車場よ。会場駐車場の料金、ここが今日一番重い数字よ。自家用車は平日が5000円、土休日繁忙期が7000円、これが正式料金。平日でも5000円か。バスの1200円と比べるとずしっとくるね。くるよね。他の区分だと自動二輪、つまりバイクが2000円、障害者などの割引は自家用車が平日2500円、土休日繁忙期3500円。ちょっと待って、土休日繁忙期って結局いつが7000円なの？整理するね。まず土曜日曜祝日は7000円、そして公式発表では繁忙期をゴールデンウィーク9月などの土休日と定義してる。つまり基本は平日5000円、土休日7000円のカレンダー勝負で、その差は2000円。平日に行けるならそれだけで2000円浮くのよ。平日か土休日か、カレンダーを見て決めなきゃだね。そう。そしてこの駐車場料金の重さを軽くする裏技が次のパーク&ライドなのよ。パーク&ライド、略して P&R。これは途中の駐車場に車を止めて、そこからシャトルバスで会場に入る方式だよ。今回2エリアが発表された。どこに止められるの？一つは相模大野エリア、会場から約8キロ。もう一つは大和エリア、会場から約4キロ。料金は自家用車で3000円。ただし繁忙期のみの運用なんだ。ちなみに輸送計画第2版では候補として相模大野の立体駐車場や大和のイオンモール、イトーヨーカドー大和鶴間店の駐車場を使う案が上がっている。最終確定はこれからだけどね。3000円、会場駐車場の7000円と比べると繁忙期はかなり安いね。そこがポイント。一番混む繁忙期の土休日、会場駐車場が7000円の時に P&R なら3000円、差額が4000円。しかもこの3000円には会場までの往復シャトルバス代も込みなのよ。トータルでぐっと安くなる。会場周辺の渋滞を避けやすいという時間のメリットも見込めるわ。混む日ほど P&R が効いてくるってことか。その通り。繁忙期に車で行くならまず P&R を検討。これは覚えておいて損はないよ。じゃあいよいよ本丸。車とバス、結局どっちが得なのを計算しよう。車とバスの損益比較、ここ公平にやるね。繁忙期の土休日、大人2人、小学生2人の家族4人で行くと仮定するわね。お願いします。うちも4人だから知りたい。まず車で会場駐車場、駐車場7000円に高速代とガソリン代が乗る。次にバス、シャトルバス往復が家族で1200円。ここに自宅から4駅までの電車賃が人数分乗る。つまり正確には駐車場プラス高速燃料対バス1200円プラス電車賃の勝負なのよ。ああ、バス側も電車賃を忘れちゃいけないのか。そう、そこを抜いてバスの圧勝っていうのはフェアじゃない。ただそれを足しても多くの家庭では公共交通側が安くつきやすい。駐車場代7000円だけでバス往復の6倍近くあるからね。数字で見ると傾向ははっきりしてるね。一方で公平に言うね。小さい子やお年寄りがいて乗り換えが大変、荷物が多い、雨で歩きたくない、そういう移動そのものの負担を減らしたいなら車の7000円は快適さを買う値段として意味がある。そしてその中間階がさっきの P&R。 繁忙期3000円、往復バス代込みで車の落差をある程度残しつつコストを下げるのよ。純粋なお金なら公共交通、落差なら車、バランスなら P&R と。そういう整理。安さ最優先ならバス、快適さ最優先なら会場駐車場、混む日のバランス型なら P&R。 この3択で考えようね。そういえば近くに住んでる人は自転車って手もあるんじゃない？いいところに気づいたわね。実は第4の選択肢が自転車。会場のすぐ隣に約1700台の駐輪場が整備される予定で、4つの駅から会場までは舗装や歩車道の分離まで含めた安全推奨サイクルルートも整備されるの。近くに住んでる人にはかなり現実的な選択肢よ。シェアサイクルで行くのはどうなの？そこは注意。公式資料ではシェアサイクルの導入はおよそ100台の見込みなの。数万人規模の来場に対して100台だから争奪戦は避けられない。確実に行くなら自前の自転車がおすすめ。
それと駐輪場の料金や利用できる時間はまだ発表されていない。ここは続報が出たらノートで更新するわね。ちなみに歩いていくのは無理なのかな。実は歩けるのよ。公式の輸送計画では瀬谷駅からの徒歩来場も想定して歩行者向けの推奨ルートを設定して案内するとされているの。公式サイトには徒歩ルートマップも出ていて、目安は30分から40分。シャトルバスの予約が取れなかった日の最後の保険になるわ。第2部の折り返しで構造の変化の話をしておく。今回一番大きいのは全部が予約制になったこと。チケットもバスも駐車場もだよね。そう9月18日から来場日時、シャトルバス、駐車場、この3つの予約が始まる。予約制のいいところは当日ゲート前で何時間も並ぶみたいな昔ながらの行列が減る方向に働くこと。でも裏を返すと予約の争奪戦に前倒しされるということでもあるわ。並ぶ場所が当日の現地から予約画面に変わるのか。うまい言い方、まさにそれ。だから人気の日は9月18日の予約開始と同時に埋まっていく前提で準備した方がいい。あと細かいけど大事な点を2つ。団体バス向きの駐車場の予約だけは少し早くて8月3日月曜から始まる。それと横浜駅や新横浜駅、羽田空港、都心臨海部などからの直行バスは今調整中で未確定。決まったら大きなニュースになるから続報を待とう。直行バスができたら選択肢がまた増えるね。ここまでがお金と構造の話。ここからはレビューでも一番要望が多かった実際の動き方、時間、バリアフリー、混雑、順番に行くわよ。まず時間の設計。バスって何時から何時まで走ってるのって疑問当然あるよね。始発と終バス、それ次第で1日の計画が全部変わるもんね。正式な時刻表はまだ発表されていない。ただこれも輸送計画第2版に計画値がある。シャトルバスの運行時間は朝8時30分から夜10時30分までの想定。そして繁忙期には1日およそ160台のバスを確保する計画になってるのよ。朝8時半から夜10時半、閉場後もしばらく走ってくれる想定なんだ。そう、夜間券で夜を楽しんだ後の帰り道も計画上はカバーされてる。ただ繰り返すけどこれは計画値。正式ダイヤは公式サイトの続報待ちで、この動画の概要欄とノートでも更新していくよ。それとよく聞かれる質問、バスの定期券とか乗り放題パスはないの？ああ、それ聞きたかった。通期パスで通う人には切実だよ。現時点で定期券や乗り放題の発表はない。運賃の発表は大人200円、小に100円の都度払いだけ。ただ大人200円だから仮に12回通っても往復4800円。定期がなくても負担は小さい設計だね。確かに200円なら都度払いでも文句は出にくいか。あとは帰りの設計。行きだけじゃなく帰りのバスの予約がどういう扱いになるかも予約方法の詳細と一緒にまだ未発表。9月18日までに公式が案内するはずだから、そこは第3部のチェックリストで拾うわね。次にバリアフリーと交通弱者の話。ここは今回意識して1枚取った。ベビーカーの家族、車椅子の方、ご高齢の方、行けるかどうかが一番切実な人たちだからね。安いより行けるが先だもんね。まず確定している支援から。シャトルバスの障害者割引は大人100円、小に50円。入場券も障害者手帳をお持ちの方と同伴者1名は特別割引券2800円がある。駐車場も障害者等の割引区分があって、平日2500円、土休日繁忙期3500円。さらに輸送計画では会場に障害者用駐車場が約200台、車の乗り降りに配慮した思いやり駐車場が約90台計画されてるのよ。料金面の配慮はかなりはっきりしてるんだね。そう、一方でまだ発表されていないこともある。ベビーカーをバスにそのまま乗せられるか、車椅子対応車両が何台あるか、優先乗車の運用があるか、この乗り方の実務は未発表なんだ。だから該当するご家庭は9月18日の予約開始前に公式の案内を必ず確認してほしい。4つの駅そのもののバリアフリーはどうなの？エレベーターとか。4駅とも大手鉄道の駅だから基本設備は整っている方向だけど、エレベーターの位置とか
バス乗り場までの段差とか、実際の動線は結構差が出るところ。ここは動画では収まりきれないから、ノートの記事で4駅分がっつりまとめることにした。ベビーカー、車椅子の方はそっちを地図代わりに使ってほしい。動画はさらっと、ノートでがっつり、役割分担ね。そして混雑と天候、いつ行くと混むのか、悪天候の時どう判断するのか、ここも1枚取るわね。博覧会ってこの2つで満足度が決まる説あるよね。あるね。まず混雑の考え方、基本はシンプルで、混むのは土休日、ゴールデンウィーク、そして閉幕が近い9月。これは駐車場の繁忙期の定義とも重なってる。狙い目はその逆で平日。特に平日の午後は学校団体が午前に集中する分緩みやすいと言われてる。平日5000円の駐車場割引と混雑回避が同じ方向を向いてるのか。そう、平日はダブルでお得なんだ。日付別の混雑予測とか、もっと細かい狙い目は徹底攻略ノートの4章予約戦争編で更新していくよ。次に天候。悪天候による中止や運休は公式発表に従うのが大前提。その上で難しいのが自分の判断でやめる場合なんだけど、ここで正直に言っておくと、バスと駐車場のキャンセル規定がまだ未発表なのよ。じゃあ雨の予報が出た時、いつまでに決めればいいかわからないってこと？現時点ではそう。だから今言える判断基準はこれ。チケット側の変更ルールを軸に早めに動かす。チケットの日時変更は3回まで使える。これが確定している唯一の逃げ道だから、無理そうだと思ったら粘らずに早めに日程ごと動かす。バス側の規定が発表されたら、この判断基準もノートでアップデートするね。確定している道具で判断する。今はそれしかないもんね。これで第2部行くは完了。結論をまとめるよ。行き方は4駅シャトルバスが基本。バスは大人200円、家族4人往復1200円で激安。車は最大7000円で、混む日は P&R の3000円が中間階。バスの運行は朝8時半から夜10時半の計画。バリアフリーは料金面の支援が確定。乗り方の実務は未発表。混雑は平日狙い。そして全部が予約制だから、勝負は当日じゃなく9月18日。第2部盛りだくさんだったけど、平日にバスで9月18日に備えるって軸が見えたよ。いい要約。書いた。生き方も決めた。あとは自分の正解を出すだけ。第3部判断に行こう。ここまで来たらあとは決めるだけだね。第3部判断。ここまでの情報をあなた専用の答えに変えるよ。使うのは居住地と来場回数の2つの軸、4つのタイプに分けるね。4象限のマトリックスってやつだ。1つ目、相鉄沿線など会場に近い人で1回だけ行くタイプ。答えは早割1日券プラスせや噛みつき用からバス。一番素直で安い。2つ目、近いけど何度も通いたいタイプ。通期パスプラス最寄り駅からバス。パスの進化が出る組み合わせ。近い人は回数で早割か通期パスかを選ぶのね。そう。3つ目、遠方から新幹線で来て1回勝負のタイプ。早割1日券プラス新横浜から東海千葉ルート。ここで一つ実務的な注意。大きいスーツケースの扱い。公式の出店公募では会場ゲート周辺にキャッシュレスのコインロッカーと宅配便も使える手荷物預かり所を設ける計画が公表されているわ。ただ料金や予約方法はまだ発表されていない。だから確実に行くなら新横浜みたいな大きな駅で先に預けて身軽になってから向かうのが安全策。横浜駅の周りならヤマト運輸の営業所で1個800円の手荷物預かりサービスも使えるわ。宿を新横浜周辺に取るのも手だね。荷物を持ったままシャトルバスはできれば避けたいもんね。4つ目、都心から車で家族でどっと行くタイプ。ここは繁忙期なら P&R を最優先。大和や相模大野に止めてバス。渋滞リスクと7000円を同時に軽くできるわ。居住地と回数を決めるだけで県市も駅もバスか車かもすっと決まるんだね。これが今日の全情報の合流点。自分がどの証言かここで決めておくと9月18日に迷わない。じゃあその9月18日に何をやるか、3予約を1日で片付けるチェックリストにするわね。待ってました。これが一番欲しいやつ。まず9月18日より前、つまり今のうちにやること。
行く人数と大体の時期を決める。犬種を決めて早割なら3月18日までに買う。アカウントを登録して紐付ける。行きたい日の第1候補から第3候補まで決める。最寄りの拠点駅を決める。車かバスか繁忙期なら P&R かまで決めておく。候補を第3までっていうのがコツなんだよね。そう、人気日は一瞬で埋まる前提度。そして9月18日当日にやることはこの3つ。1つ、来場日時を第1候補から予約。2つ、同じ日のシャトルバスを予約。3つ、車なら駐車場または P&R を予約。この順番で一気に来場日、バス、駐車場、3点セットを上から順にだね。ただしここで今日一番大事な注意を一つ。9月18日の何時から予約が始まるかはまだ発表されていないんだ。公式 FAQ には詳細は予約開始のお知らせの際に案内するとある。朝からスタンバイすればいいってわけじゃないのか。そこなんだ。大阪万博では深夜0時開始の先着予約にアクセスが殺到して数秒差で枠が消えた。横浜が0時開始なのか朝10時なのかは告知が出るまでわからない。だから鉄則はこれ。公式の予約開始告知を必ず確認して開始時刻の前にログインまで済ませてスタンバイ。開始時刻が発表されたら概要欄とノートですぐ共有するからね。時刻の告知を見逃すなと。これは知らないと出遅れるやつだ。ここでよくある質問をまとめて片付けるよ。今回の発表と公式 FAQ ではっきりしたことが増えたのよ。お願いします。細かいところ気になってた。まず、通期パスや夏パスなら好きな日にいつでも入れるのか。答えはノー。パスでも来場日時予約は必要で、先まで予約できる日数に制限がある。通期パスは一度に最大4日先まで、夏パスは最大3日先まで。1日行くと新しい枠が1つ空く仕組み。パス持っててもずっと先まで抑えることはできないのか。次にキャンセルや払い戻し。公式は未使用でも原則払い戻しはしないとしてる。買った後で別の犬種に変えることもできない。だから犬種選びは慎重に。それとシニア割引は設定なしと明記されてる。ペットは会場内への同伴入場ができない。預かり所もないから連れて行くこと自体を避けてね。介助犬などの補助犬は別よ。払い戻しなし、犬種変更なし、シニア割なし、ペット不可。知らないと当日揉めそうなやつばっかりだ。逆に子育て家庭には朗報がある。3歳以下は無料でチケットも事前の手続きもいらないと公式 FAQ に明記された。大阪万博では無料の子どもも予約が必要で現地で立ち往生する家族が続出したから、ここが違うのは大きいわ。それは助かる。大阪の教訓が生きてるんだね。あと当日の提示について。入場は電子チケットが基本で、紙チケットの人も来場日時予約をしていないと入場できない。スマホの充電だけは当日しっかりね。最初に置いておいた変更3回ルール。ここでちゃんと回収する。まず大前提、チケットを買っただけでは会場に入れない。来場日時予約まで済ませて初めて入場が確定するのよ。そこは体に染みてる。買うじゃなくて予約するまで。その上で今回の発表でルールがはっきりした。日時予約の変更は3回まで。そして予約した日時に来場できなかった場合でもそれ以降の日時への変更ができる。行けなかったイコールはい終わりじゃないのよ。おお、それは安心だ。急に行けなくなっても無駄にならない。さらに3回目の変更をした予約日にも行けなくなった場合、その時でも来場日当日の午前0時以降、日時予約枠に空きがあれば当日入場の予約ができる。変更枠を使い切っても最後に当日枠という逃げ道が残ってるのよ。思ったより人に優しい仕組みなんだね。ただし注意点を2つ重ねておく。1つ、これはあくまでチケット側のルール。シャトルバスと駐車場の予約を何回変更できるか、キャンセルの扱いがどうなるかはまだ発表されていない。参考までに大阪万博の西ゲート行きシャトルバスは出発予定時刻までキャンセル無料、変更はキャンセルして買い直す方式だった。横浜が同じになる保証はないけど先行事例として頭に置いておこう。チケットとバスでルールが別々の可能性があるのか。2つ
つ目の注意。大阪万博では来場日時を変更すると取ってあったパビリオンの予約が全部消える仕様だった。横浜でパビリオン予約がどう連動するかはまだ未確定。だから予約が育ってきた後半ほど日時変更は慎重にね。鉄則はこう、予約は本当に行ける見込みが高い日に絞る。3回は保険であって前提じゃない。3回は保険、前提にするな。これが変更3回ルールの正体か。回収されてすっきりした。最後の実践編、予約が一部だけ取れなかった時のリカバリーを話しておく。一番起きそうなのは来場日時は取れたのに同じ日のシャトルバスが満席というケース。うわ、それ考えてなかった。罪じゃないの？罪じゃない。手順を決めておけば大丈夫。第1手、別の駅を試す。バスは4駅ある。瀬谷が満席でも三津京、南町田、東海市場に空きがあるかもしれない。多少電車を乗り継いででもその日に行けるならこれが最短。4駅あること自体が保険なんだね。そう。第2手、それでも無理なら来場日ごと別の日に動かす。ただしこれはチケットの変更回数、3回を1回消費する。だから軽々しくは使わない。第3手、諦めずに空きを待つ。予約は出入りがあるからキャンセルで枠が戻ることもある。そして最後の手として当日0時以降の当日枠。駅を変える、日を変える、空きを待つ、当日枠、4段構えか。これを知ってるだけで9月18日にバスが取れなかった時の絶望感が全然違う。わからないことが出たら公式サイトの最新案内を確認してね。問い合わせ先はこの動画の概要欄にまとめておくわ。リカバリーまで込みで完全網羅ってことね。じゃあ総まとめ、3部それぞれの結論を一つずつ。第1部、買う。チケット販売はもう始まってる。9月18日は予約開始日。1回昼なら早割を今、複数回なら通期パスを電卓で。購入と登録は今日できる。買い方はもう迷わない。第2部、行く。会場は駅から歩けない。4駅シャトルバスが基本で、大人200円、家族4人往復1200円。車は最大7000円で、繁忙期は P&R の3000円が中間買い。運行は朝8時半から夜10時半の計画。混雑は平日狙い。バリアフリーは料金支援が確定。乗り方の詳細は続報待ち。生き方次第でお金も快適さも全然変わるんだね。第3部、判断。居住地と回数で自分の正解が決まる。9月18日は開始時刻の告知を確認してから来場日、バス、駐車場の3予約を上から順に。変更は3回まで。当日枠という逃げ道もある。バスが満席でも駅を変える、日を変える、空きを待つの4段構え。買う、行く、判断。3つの部屋ちゃんと通り抜けた気がする。やることはシンプル。今のうちに犬種を決めて買って登録。9月18日に3つを予約する。それだけ。9月18日の予約開始の告知が出たらノートですぐお知らせするわね。最後にいくつか案内させて。今日話した内容の完全版は徹底攻略ノートにまとめてある。4駅のバリアフリー詳細、日付別の混雑の読み方、バスのキャンセル規定の続報。動画に入りきらない部分は全部そっちで更新していくわ。さっきから何度か出てきたノートの4章、予約戦争編だね。そう、ここで一つ正直な話をさせてほしいんだ。この徹底攻略ノート、一部を有料にしてる。その理由なんだけど。聞きたい。なんで有料なの？この活動、調査や現地検証、記事を最新に保つ仕組みの維持に実は結構な費用がかかっていて、正直に言うと今は赤字なんだ。それでも開幕までに情報密度の高い攻略情報を作るって決めてやってる。記事を買ってくれる人が1人増えるごとに、その分だけ開幕後も現地に通って検証して更新し続ける余力が生まれる。今はノートの更新は開幕までを想定しているけど、開幕以降もできれば続けたい。そういう気持ちでやってるんだ。買うことがそのまま次の更新の燃料になるんだね。そう。だから損しないための情報代と活動への応援、両方の意味で手に取ってもらえたらこれほど嬉しいことはない。値段以上の中身にするという思いでやっている。概要欄からどうぞ。それとチケットの買い方だけをゆっくり知りたい人は別で出しているチケット攻略の動画をどうぞ。
今日の第1部はあれの凝縮版だから。じっくり派はチケット攻略動画、要点を押さえたい派はこの動画ね。そして最後の最後に番外編を一つだけ。横浜ランドマークタワーにぬるぬるネクサスという常設シアターがオープンしてるのよ。ぬるぬるネクサス？何それ、花博の施設なの？花博とは別の施設。大阪万博で一番話題になったパビリオンの一つ、落合陽一さんのぬるぬる、あの系譜を継ぐ体験型シアターがみなとみらいに常設でできた。チケットは完全日時指定制で今販売中。鏡張りの空間で自分のアバターと出会うっていう言葉にしにくい体験だし、大阪で入れなかった人のリベンジ先ってこと？そういう楽しみ方もできる。料金とか予約のルール、年齢制限みたいな注意点は徹底攻略ノートの付録9に全部まとめておいた。そして実は私も11月に行く予約を取ったのよ。しかも大阪・関西万博の会場で作ったあのミラードボディのアバターがそのままぬるぬるネクサスで使えるのよ。私も万博の会場で全身スキャンしたミラードボディのアプリを片手に乗り込むつもり。行くんだ、いいな。めっちゃくちゃ楽しみにしてる。行ったら体験レポも出すからそれも待っててほしい。横浜は花博だけじゃなく街ぐるみで未来の体験が増えていってる。その全部をこのチャンネルとノートで追いかけていくわ。花博もぬるぬるネクサスも9月18日も。横浜から目が離せないね。今日もありがとうございました。それじゃあ9月18日一緒にいいスタートを切ろう。本日の詳細はノートの記事にまとめてるわ。高評価、チャンネル登録、ハイプもよろしくお願いします。ノート、X、スレッズ、インスタグラムもフォローよろしく。画面の QR コードからどうぞ。みんなご一緒に地球と先に行こう。横浜グリーンエキスポ、盛り上げていきましょう。またねー。